こんにちは、ピヨピッコです。前回はズキューン、キッスのお顔と前髪が完成しましたね。今日はボディを作っていきたいと思います。キュアキュンキュンの時にお試しに作ってみたインナー風のボディ。思いのほかご好評だったため、皆様にも作っていただけるように足長ボディの型紙をバージョンアップしました。インナー風ボディを作るための目安ラインを追加しています。すでにダウンロード済みの方は再購入しなくてもブースからダウンロードできます。今回はインナー風ボディの作り方、そしてフリルの挟み方、お尻をプリッとさせないやり方も合わせてご紹介しますね。お腹パーツ、背中パーツに切り替えのラインが入っているので、ここでカットします。型紙を使ってそれぞれの生地をカットします。この時、切り替えラインにそれぞれ縫い代を足してカットしましょう。このラインはお尻をプリッとさせない時の縫製ラインになります。これも書き写しておきます。カットしたラインを縫い合わせます。ズキューンのボディも同様に作りました。今回は手のひらに刺繍をしたいので、先に腕パーツに刺繍をしておきます。お腹パーツにも刺繍をしたい場合は、先に刺繍を済ませてからカットするようにしてくださいね。先にカットしてしまうと、刺繍枠に挟めなくなっちゃいますよ。上半身を縫製していきます。お腹パーツと刺繍をした腕パーツを縫い合わせます。続いて背中パーツと刺繍していない腕パーツをそれぞれ縫い合わせます。前パーツと後ろパーツを表面同士が内側になるように重ねます。腕から脇にかけてのこのラインを縫います。お尻のダーツを縫います。続いてインナーらしさを出すためにフリルを挟みます。今回使うのはダイソーのフリルテープ。挟みたい部分より少し長めにカットしておきましょう。フリルの表面を下向きにしてこのように置きます。まずは中央あたりを固定。縫い始め、縫い終わりの位置でフリルすべてが縫い込まれるように固定します。これで縫い代部分を仮縫いします。端を縫い込むことでフリルの端が中に入っていくような仕上がりになります。縫製ラインより内側に入っている部分が表に出るので、出したい幅を調整してみてくださいね。余ったフリルはカットしておきます。
フリルの素材によっては裁断面をライターで炙ってほつれ止めをしておくと安心ですね。足パーツを組み立てます。内ももは縫わずに開けておきましょう。上半身と下半身を足の付け根ラインで縫い合わせます。左右の足を間違えないように注意してくださいね。通常の作り方より少し難しいですが、合い印を合わせながらずれないように丁寧に縫い合わせましょう。内ももとお腹のダーツを縫います。お尻を縫います。インナー風ボディの時など、お尻をプリッとさせたくない時は、この内側のラインを縫いましょう。縫い代が多くなったので、その分カットします。あとはカーブや角など縫い代に切れ込みを入れておきましょう。最後に首パーツを縫い合わせます。表にひっくり返してインナー風ボディの完成です。インナー風ボディだと服を着せていなくても罪悪感がないので、特に女の子の縫いにおすすめ。脇で生地を切り替えることで肩が出るデザインのお洋服にも影響しないようになっています。よかったら真似して作ってみてね。インナーのラインをアレンジしたり、男の子ならパンツ型にするのもいいですね。次回はいよいよ完成編。難易度の高いキッスの髪型作りにもチャレンジするのでお楽しみに。ではまた次回の動画でお会いしましょうね。ピヨピッコでした。